Pendaco! Bonjour tout le monde. Moi c'estペンダコ先生。今日はアナログで描いた絵をデジタルのデータにする方法についてお話ししていきます。そんなの簡単じゃん、知ってるよ。と思ったあなた、実は大事なコツがあるんです。そのコツを知るだけで絵や漫画の仕上がりが大きく変わってきます。またこの動画ではデジタルで絵を描きたいけどちょっと難しいなと感じている人に向けて作りました。例えば初めのうちはデジタルで線をきれいに引くのって難しいですよね。私もデジタルを始めた頃はうまく線を引けませんでした。アナログでできていたことがデジタルでもうまくできないとストレスを感じますよね。同じ悩みを抱いているあなた、そんな時は線画はアナログで描けばいいんです。デジタルだといろんな色を試すことができて楽しいですよ。もちろんアナログにはアナログの良さがあります。だからアルコールマーカーで色を塗る前にデータ化してアナログもデジタルも楽しんじゃいましょう。アロセパーティー。今回2種類の方法をお伝えします。スマホを使った手軽な方法、スキャナーを使ったプロらしい方法。まずは基本の基本。スマホを使って手軽にやりたい時の方法について話します。すでに試したことがある人も多いと思うから20秒で解説するよ。20 secondes, c'est court pour lire les sous-titres. Alors je parle en français. Écoutez bien. 1. Attention aux enveloppes. Tu prenez la photo à la lumière naturelle. 3. Prenez la photo, passe au dessin. Petite astuce. Il est plus difficile que vous ne le pensez de prendre des photos de face sans ombre. Vous pouvez donc une photo en utilisant quelque chose. Toujours chez vous. Qu'est-ce que c'est votre avis? Il devrait y en avoir chez vous. Oui, la réponse est le mur. 私は基本スキャナーを使って自分の絵をデジタル化しています。私はアナログとデジタルのどちらでも線画を描くときがあります。これは私のインスタグラムにアップしているイラストです。線画はアナログ、色はデジタルで塗りました。ここでは私が実際に行っている工程に沿って大事なコツを解説していきます。今回はこの G ペンで描いたイラストをスキャンしてみましょう。スキャンの時、大事な項目は2つ。カラーモードとレゾリューション。カラーモードはグレースケールを選びます。モノクロを間違って選ぶ人が多いです。モノクロの場合、後で調整することができません。もしグレースケールがない場合はカラーでスキャンしましょう。レゾリューションはそれぞれこれを選んでね。基本的にプロはこの数字にしています。レゾリューションが低い場合、画面では問題なく表示されていてもきれいに印刷できないよ。レゾリューションが高すぎる場合、ファイルサイズが重くなって作業がしづらくなるよ。だから作ってるものに合わせてレゾリューションを選びましょう。漫画は 600dpi、イラストレーションは 300dpi か 350dpi を選んでね。あと実は大事なことなんだけど、ゴミに気をつけよう。
後で消せるんだけど本当にめんどくさいんで先に消しましょう。さあ線画を整えていきます。ここは絵のクオリティが決まる大事な工程です。だから適当にやってはいけません。トーンカーブの出番です。だいたいどのアプリにも入ってます。どのアプリでも使い方は一緒。これを使いこなせたらプロのようにあなたの作品をデジタル化することができます。今回は Photoshop を使って解説します。色調補正の項目を開いてトーンカーブを押してください。プロクリエイトとクリップスタジオではここにあります。開いてみるとこんなグラフが出てくると思います。これは画像の明るさやコントラストの補正を行う機能です。グラフの左側が暗さ、右側が明るさを表しています。この線を操作することで調整できます。今回は線の端と端を中央に寄せていきます。そうすることで黒はより黒く、白をより白くすることができます。白黒バランスを見ながら調整しましょう。この工程で水色で描いた下書きも消すことができるってわけです。隣に書いてある落書きもこの通り跡形もなく消えちゃうわけよ。いやー知ってたわ、簡単だわと思う人も多いかもしれませんが、デジタル初心者の時は気づかないことが多いです。それにこの工程が重要なんです。線画の綺麗さが作品のクオリティに大きく関わっています。お疲れ様です。これで色を塗り始められますね。いろんな色を試したり、塗った色を変えたり、光らせたりすることもできちゃいます。どうですか？楽しそうじゃないですか？一緒にデジタルでのお絵描きを楽しみましょう。ちなみに皆さんはどんなソフトを使って絵を描いていますか？コメント欄で私に教えてくださいね。私が初めて使ったソフトは最後のスタッフロールに書いてますよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。アビアント。